世界の現代アート巡り。私たちは世界の現代アートを巡る旅をしています。今回は瀬戸内国際芸術祭春会期に行ってきます。おはようございます。今日は香川県の高松駅からスタートです。今回は先日開幕した瀬戸内国際芸術祭の春会期に参加します。瀬戸内国際芸術祭は瀬戸内海の島々と沿岸部を舞台に開催される現代アートの国際芸術祭で、今回で6回目を迎えます。作品鑑賞にはパスポートが必要で、オールシーズンパスポートや各会期ごとのパスポートも販売しています。今日は小豆島に行くので、小豆島殿商港行きの1時2分発のフェリーに乗ります。今回は3日間フェリーに乗り放題のチケットを購入しました。チケット代は2600円で公式アプリから買うことができます。対象航路もこれだけあるので、島の作品を巡る方にはとてもお得なチケットです。香川県の特産品といえばうどんですが、そんなうどんと響きが似ているという理由で、2018年にポケモンのヤドンがうどん県 PR 弾に選ばれたそうです。それにしてもこのフェリー、ヤドンだらけでめっちゃ可愛い。フェリーには展望デッキがあり、瀬戸内海の景色を楽しむことができます。高松港からフェリーで約1時間、小豆島の殿商港に到着です。今日は小豆島の西のエリアを中心に巡ります。そして今日は一日天気も悪そうなのでバスで巡ろうと思います。こちらのチケットも公式アプリから購入できます。殿商港近くにあるバス停に来ました。島内を網羅している全6路線と瀬戸芸バス西ルートと東ルート、これらがすべて乗り放題になります。まずは殿商本町へ向かいます。天気が良ければ自転車で行くのがおすすめです。バスで5分、殿商本町に到着です。迷路の町にある僕の大好きな作品を見に行きます。迷路の町には世界中から800体以上も集まる妖怪美術館があります。迷路の町を迷いながら進むと作品が見えてきました。瀬戸芸では3年ぶり、日本の現代アート活動チーム夢による変幻自在の路地裏空間です。迷路の町にある一軒家を改修、白い外壁を建物の中までつなげて洞窟のような有機的な形状をした通路を製作。白い空間には家の柱やバスタブ、窓などそのまま残っているものもあり、どこか懐かしさも感じる異空間体験ができます。そういえば3年前に来た時よりもなんか広くなってました。どうやら増設したらしいです。次の作品も近くにあるので歩いて向かいます。到着です。旧殿商役場近くにある醤油の会社の跡地に作品があるみたいです。長澤信穂さんの海の器です。光ファイバーを編み込んだ船によって躍動を視覚的に表現した作品です。耳を澄ませると波の音も聞こえてきます。この船には横たわることができ、横たわるとゆっくりと脈を打つように変化する光と心臓の鼓動が一体化したように感じられます。先ほど降りたバス停まで戻ってきました。ちょうどいい時間のバスがあったので、人山、中山エリアの作品を見に行けます。山の方に向かっていると突如目立つ何かが現れました。バスを降りて青い旗を目印に歩いていきます。この距離から見てもかなり大きい。段々畑ののどかな風景の中を進んでいきます。山が近いので鳥獣被害防止の柵があります。通行止めではないので開けたらきちんと閉めて通っていきます。何やら竹で作られた道が出てきました。こちらの作品はワン・ウェンチーさんの法要小豆島です。作者のワン・ウェンチーさんは3年ぶりに小豆島を訪れた際に島が両手で抱きしめてくれたように感じたと言い、世界中の人々が小豆島にたどり着けるよう願いを込めて作品を作ったそうです。すげえ。見てください。この圧巻の景色。これ全部竹で作られているんです。今日はあいにくの雨でしたが、晴れた日にこの竹の隙間から差し込む太陽の光も絶対に綺麗なので見てみたいです。雨の日は滑りやすいので気をつけながら降りていきます。いやー、竹一つでここまでの作品ができるとは圧巻でした。出口の先に次の作品への看板がありました。ひたすらまっすぐ歩くこと約10分。この古民家が作品の会場みたいです。何
何やら音のする方へ歩いていくと、ありました。岡誠さんと音楽水車プロジェクトの作品、残響です。かつてここ中山には多数の水車が存在しており、作者の曽祖父は水車を使い、製粉や精米をしていました。水車はもう残っていないそうですが、そんな曽祖父が生活していた空き家を舞台に、製粉や製麺に使われた道具や農具を用いて音楽を奏でる作品を作り上げました。ここでは実際に農具で作られた楽器で演奏をすることもできます。次の作品も歩いて向かいます。案内もたくさんあったので、道に迷うことはなさそうです。山を抜けて町に出てきました。ワン・ウェンチーさんの竹の作品からだいたい2キロ地点でした。作品まであともうちょっとです。到着しました。この農協の倉庫に作品があるみたいです。去年の大地の芸術祭でもしっかり楽しんだ豊福亮さんの黄金の海に消えた船です。作品はパスポートを持っていれば無料でもちろん見ることはできますが、500円出すとなんと船に乗って作品を見たり触れたりできるんです。もちろん課金します。濡れることはほとんどないと思いますが、ポンチョを貸してもらえます。で、舵取りが壁の方を押していただいて結構ですね。なるほど。そう押したり引いたりして、でその際の作品にも実際に触れてみて。本当だ。金色に彩られた日用品や雑貨、柿などの貝殻で覆われた壁を船に乗って進みます。体験も加わることでかなり印象に残った作品になりました。豊福亮さんの作品のすぐ近く、常盤橋のバス停から池田港に向かいます。今回は初めて瀬戸芸バスに乗車。池田港に到着です。ここからバスを乗り換えて水戸半島にある作品を見に行きます。今回のバスの運転手、めっちゃホスピタリティ溢れてて、ローカルなバスなのに途中にある作品のところで少し止まって写真とか撮らせていただけました。このダイダラウルトラボーなどいくつか諦めていた作品もあったので、見れて本当に感謝です。水戸西線の終点、この浦西出下車。約30分でこの辺りの作品を見ないと5時まで港まで帰れません。急がないと。尾身大輔さんの作品、一草ヤドカリです。空き家に住み着いた高さ約2メートルのヤドカリの彫刻。素材はクスノキです。草原のように繁茂する人々を意味する一草と、琉球の創世神話に人間の起源として登場するヤドカリが由来だそうです。バスの発車まで残り12分。少し歩いて室内の作品を見に行きます。案内をたどって入り口に向かいます。田中圭介さんの作品、ユートピアダンジョン、A Tale of Time です。柱にまたがる大きな人間が特徴的なこの作品。実は2019年、2022年の芸術祭から連なる物語となっているんです。自然から切り取られ、断片あるいは個として道を歩んできた者たちが一幕の物語を終えて全体へと回帰する物語を描いています。なんだかとても深いメッセージ性を感じ、考えさせられる作品です。綺麗な景色に見とれていたら残りあと2分になってしまいました。小走りで作品を見に行きます。矢野恵里子さんの作品、ニューパースペクティブです。この作品は何かができなくなることをネガティブな捉え方ではなく、別の何かができるようになるという考え方を提示しています。セリフ、キャラクター、小回りの要素を私たち鑑賞者は様々な視点で楽しむことができます。雨もだいぶ強くなってきたので、今日は池田港から高松へ帰ります。池田港から約1時間、高松港に到着です。時間もあるので、高松港のターミナルビルに入っている瀬戸芸オフィシャルグッズを見てからホテルに戻ろうと思います。今回のメインビジュアルもとても可愛いデザインで、缶バッジやステッカー、
T シャツなどオフィシャルグッズがとても人気そうでした。今回は T シャツと缶バッジを購入しました。今回の瀬戸芸からオフィシャルグッズに加わったフレグランスもおすすめです。おはようございます。小豆島2日目です。昨日はあいにくの天気でしたが、今日はこれから晴れる予報なので、外作品を楽しめそうです。今日は小豆島の東側の作品を見に行くので、池田港行きのフェリーに乗ります。今回もこの乗り放題のチケットを使いました。朝ごはんをまだ食べていないので、船内にある売店で食べようと思います。さすがは香川県、フェリーの中でこれだけの種類のうどんを楽しめます。今日は月見うどんにしました。うどんにしっかりコシがあってかなり美味しかったです。値段も470円とかなりリーズナブルなので、ここで朝ごはんを食べるのもおすすめです。私も優しい味付けで飲み干してしまいました。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになって外の景色を楽しんでいたら、あっという間に小豆島が見えてきました。出発前と比べるとかなり天気も良くなってきています。到着しました。池田港です。今日はここからスタートします。今日は天気が良いので自転車で巡ろうと思います。池田港にあったシェアサイクル、ハローサイクリングを利用しました。島内に25カ所のポートがあるので、いつでも乗り捨て可能です。料金は15分200円で加算されていき、12時間以内なら2000円で抑えられます。まずは草壁港へ向かいます。片道8キロの道のりですが、電動自転車だったので全然平気でした。何よりこの海沿いを走れる贅沢体験、自転車ならあっという間です。草壁港に到着しました。途中海を眺めたりしてましたが、40分くらいで着きました。早速港近くにある作品を見に行きます。木戸隆介さんの作品インナーライトです。絵船として瀬戸内海で使われていた木造船に細胞やウイルス、不安の形状が彫り込まれ、無数のボイドが生み出されます。ボイドは絵船の物理的、意味的構造や機能を失わせつつも、止まっていた空気や光を循環させ、再び呼吸を取り戻すことを象徴しています。港から2キロ地点にある菱尾の里エリアにやってきました。菱尾の里にある古民家にフランス人写真家ジョルジュ・ルースさんを招聘し、ギャラリーが誕生。ジョルジュ・ルースさんは取り壊される予定の建物に作品を作ることで知られています。通常彼のインスタレーションは制作現場とともに消えてしまいますが、ここは例外的にそのまま残されています。世界でも他に類を見ない特別な展示がこのギャラリーです。ギャラリーに併設されていた小平カフェに来ました。ドリンク以外にもランチセットでバーガーやホットドッグなど軽食も販売していました。自転車疲れが吹き飛ぶキンキンのアイスコーヒーを注文。400円でした。いやー美味しかった。コーヒーごちそうさまでした。カフェでクールダウンできたので、自転車で約25分かけて坂手港エリアにやってきました。坂手港でお出迎えしているのは矢野部健二さんの作品スターアンガーです。ミラーボールのように回転をしています。この上に乗っている生物は文明によって破壊される地球の怒りを表しているそうです。坂手ボートターミナル坂テラスにも作品があるみたいなので入ってみます。中に入ると作品らしきイラストがありました。作品は屋上にあるみたいです。ありました。ジャーニー・オブ・シップスキャットです。この猫は服を運ぶ旅の守り神として作られたシリーズで、この屋上から船に飛び乗ろうとしているように作られています。実は神戸と坂手を結ぶジャンボフェリーの上にも作品があり、タイミングが良ければ2体同時に見ることができます。少し坂を登った先にも矢野部健二さんの作品があるみたいなので行ってみます。着きました。ビート神社です。実はこの作品、ビートたけしさんとコラボしている作品なんです。アンガーフロムザボトムは環境汚染に対して怒りを表し、フルイドから顔を出しています。高さ約8メートルもあるとのことで、近くで見るとかなりの迫力です。これ夜見たら結構怖そう。坂手港からだいたい6キロ地点、
二十四の瞳映画村にある作品へ向かいます。いやー、さすがに疲れてきましたね。かれこれ15キロぐらい走ってます。海岸線を走っていたら、めちゃめちゃ雰囲気のいいカフェを発見。少しここで休憩します。ここのオーナーさんがめちゃめちゃいい人で、作ってる間、テラスの下に降りて遊んできていいよということで、少し癒されてます。クレープとオーガニックジャスミンティーを注文。疲れがぶっ飛びました。ごちそうさまでした。カフェから約2キロ先にある二十四の瞳映画村へ向かいます。この辺はずっと海岸線なので自転車で行くのが本当おすすめです。到着しました。田浦エリアにある二十四の瞳映画村です。映画村すぐそばにある清水久和さんの作品愛のボラードです。巨大な船を係留するための柱をモチーフにしたオブジェです。周囲の風景を併用させるとともに人々の意識をつなげ止めながら海への想像力をかき立てる作品です。そのユニークな存在感から写真映えスポットとしても人気みたいです。だいぶ道中をはしょりましたが、塩の里エリアに戻ってきました。だいたい8キロの道のりをほぼ無言で走ってきました。もうすでに30キロ近く走っています。しんど。やっと青い旗が見えてきました。ちなみにこの作品のそばには車は止められません。ここだ。細い道で困ってる人もいたので気をつけてください。近くにパーキングがあるみたいです。映画村にあった愛のボラードと同じ作者、清水久和さんのオリーブのリーゼントです。リーゼントスタイルの人の頭部のようなどこか可愛らしい作品。顔は小豆島名産のオリーブの形をしていて、オリーブ畑で佇んでいます。ちなみにオリーブの収穫の時期は10月から11月らしいですよ。今は小さな花が咲いてました。ひ塩の里から約13キロ地点。さすがに自転車で福田港までは遠いので、南回り福田線のローカルバスに乗って向かいます。今日はバス乗り放題チケットを買っていないので、スイカで支払いました。300円でした。バスで約30分、福田港エリアにやってきました。バス停から歩いて5分ほどのところに作品があるので、案内に沿って歩いていきます。着きました。どうやらここが会場みたいです。ここは瀬戸内アジアギャラリーといって、旧福田小学校を舞台にアジア各地のアーティストが集まっているそうです。どんな作品があるのか楽しみです。早速入っていきます。入り口でフロアマップをいただきました。2階に作品があるみたいです。廊下にもたくさんのイラストが書いてあります。よく見ると場所に合わせてストーリーがあって可愛いですね。階段を上がるとアジアギャラリーがありました。今回の企画展は6カ国から作家が参加しているみたいです。ここでは近代化したアジアで失われつつある手工芸や社会の目に見えない力学を可視化したアートが多く展示されています。島民から集めた古着を使ったこのアートはカラフルで個性的なものが多く、全体で見ても一つずつ見ても楽しめます。持続可能な表現方法として和紙やバナナの繊維など多様な素材を使った作品や DIY 精神を共有する約10名のアート集団によって作られた版画作品、ジャワ島の伝統的なダンス衣装をまとった作品など、アジアで忘れ去られたものを呼び起こす作品が多くありました。小学校の体育館裏にも作品があるので見に行きます。西沢隆英さんの作品、吹田パビリオンです。カーブした2枚の後半は、参拝者が座って休んだり、子供たちの遊び場として活用されています。大人が中に入ると少し狭く感じますが、秘密基地のようでなんだか落ち着く空間でした。作品を見終えたので、学校に入っていたカフェ、吹田の森テラスに来ました。メニューはこんな感じ。ドリンクとスコーンやパンなどの軽食がメインです。隣の体育館には福田アジア食堂が入っていて結構しっかり食べられそうです。コーヒーとスコーンを注文。今日の小豆島締めくくりのコーヒーとスコーンは格別でした。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございます。次回の瀬戸内国際芸術祭は、世界中のアート好きが集まるかぼちゃが海を見守る島、直島に行ってきます。このチャンネルは世界の現代美術館の情報を配信しています。
この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。